リンクの2つのボルトを緩めていきます。はい、抜けました。で、片足だともうべったりですね。皆さんこんにちは、ピッキオです。本日もカスタムをやっていこうと思うんですけれども、本日はサムネにもある通り、ローダウンをしてみようと思います。車高を3センチぐらい上げてみようかなと思ってます。今回のローダウンで交換する場所はサスペンションのところについているリンクプレートですね。リンクプレートを、ローダウンできるようなプレートに交換していこうと思います。それがですね、はい、こちらですね。こちらのリンクプレートになります。2枚入ってますね。これですけれども、XSR155 とか、MT15 などに使われているプレートなんですけども、車体がね、フレームがほぼ一緒なんで、使えるかなと思って、XSR125 につけてみようと思って購入しました。で、私知らなかったんですけれども、皆さんアリエクスプレスって知ってますかね。中国のアマゾンみたいなショッピングモールなんですけれども、ネットの皆さんここで安く、バイクの部品とかを買ってるみたいですね。で、今回ですね、このローダウンのリンクプレートを探していたところ、なんかね、ネットに安い値段のものが出てきて、これ何っていう、もう激安だったんで、だいたい日本でローダウンリンクプレートを買うと、だいたい1万円前後はしますね。XSR125 のローダウンリンクプレートはワイズギアでは売ってないんですけれども、MT15 とか MT125、あと YZF-R125 他のリンクプレートは販売しているので、それをつけるっていうのも手だとは思いますけれども、やっぱりね、いくらだったかな、ワイズギアのホームページで見たところ、YZF-R125 のローダウンリンクプレートは8250円でしたね。他に Amazon とか Yahoo とか楽天とかで調べると、やっぱり1万円前後しますね、このリンクプレート。で、有名なところでも販売はしてるんですけど、エンデュランスとか、あと XSR155 で有名な荻山さんとかも販売してるんですけれども、確かにね、そちらの方がなんかアリエクスプレスで買うよりは信用はできそうな気はしますけれども、私これですね、YouTube を見てて、取り付けてる人がいたので、取り付けていくことにしました。確かね、その人の動画を見ると、ちょっとね、純正のリンクプレートよりも多少薄いんですよね。でも見た感じも厚そうなので、そんなに影響はないのかなっていう感じはしますね。はい、それではこれを今から交換していこうと思います。はい、こちらの値段を言うの忘れてたんですけれども、こちらのローダウンリンクは2326円です。激安ですよね。日本で売っているローダウンリンクの4分の1ぐらいの値段で購入できます。もちろん送料も無料です。多分中国から入ってきたと思うんですけども、それにしても安いですよね。ちょっと安いんで、完全には信用できない感じもしますけど、人柱みたいな感じでちょっとつけてみようかなと思います。それではつけていこうと思います。はい、それではローダウンリンクつけていこうと思います。はい、その前にですね、今現在、足つきがどんな感じなのか、ちょっと乗ってみましょうかね。
はい、私ちょっと小太りなもので、太ももが太くてですね、両足をつくと、本当につま先が届くか届かないかですね。XSR125 のシートは、幅が結構あるので、結構ね、こう足が外に向いてしまうので、結構ツンツンですね。はい、これがどうなるのか楽しみですけども、片足だと、こんな感じですね。片足だと全然問題ないんですよね。はい、まずですね、タイヤを下げるために、タイヤとフェンダーの間をジャッキで上げていきます。はい、なるべくフェンダーが傷つかないように、この車についてるジャッキ使うんですけれども、ここ金属なので、タオルとかゴム板とか使ってフェンダーに傷つかないようにやっていきます。大体上がりましたら、リンクの2つのボルトを緩めていきます。はい、もう一つのボルトも外します。はい、それではリンクプレートを外していくんですけれども、ジャッキを上げ下げしてちょうど負荷がかからないところで抜いていくわけなんですけれども、ちょっと初めてなんでやり方が、反対側のリンクプレートが外れますね。はい、外れました。反対側。はい、ボルトが抜けますかね。あ、抜けますね。はい、抜けました。意外と簡単ですよね。はい、で今回使うリンクプレートですけど、こちらになりますね。こちらですね。これが純正のついていたリンクプレートです。強度的にどうなんでしょうかね。長さは長くなってる感じですね。こんな感じですね。動画で見たんですが、厚みも少し薄いんですよね。30ミリローって書いてありますね。3センチ下がるっていう感じになるっていうことですね。これをつけていきたいと思います。はい、それでは先ほどと逆の手順ですね。リンクプレートにボルトをつけて、元に戻していきます。ボルトには、グリスをつけてあります。タイヤの高さを調整しながら、ちょうど入る位置で入りますね。そうですね。ちょっと下げながら入れる感じですね。はい、それでは反対側も取り付けまして、ナットを締めていきたいと思います。
はい、そうしましたら、ナットを仮付けしていきます。はい、これで仮付けできたので本詰めしていきたいと思います。はい、最後はトルクレンチで規定値で締めていきます。はい、取り付け完了したので、ジャッキを外していきます。狭い。割と狭いね。これだけで下がったってことありますね。はい、それでは取り付け完了したのでまたやってみたいと思います。どのぐらいになってますかね。おあ、全然違う。ああ、なるほど。先ほどはつくかつかないかだったので、両足は完全についてますね。ただまだ指先なんですけども、先ほどと安心感が全然違いますね。で、片足だともうべったりですね。つくことができます。いやー、これはすごいな。走ってみないとわかんないんですけど、変えてよかったですね、今のところ。はい、今回はローダウンリンクプレートを使った、車高のローダウンに挑戦してみました。まあ下がりましたね。安心感はかなり増えたと思います。それでですね、ネットとか見てると同時にですね、フロントフォークの突き出しもやってる人がいるんですけれども、そちらの方をねやったらもう少し足つきは良くなるのかなと思いますので、またそれにも挑戦してみようかなと思ってます。本日は最後までご視聴ありがとうございました。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。